皆さんこんにちは。ホビーショップのリマベース店長の青木です。本日はまたガーレージさんから商品のご提供をいただきましてレビュー動画ということになります。本当にありがとうございます。で、その商品はですね、こちらです。ボーテックスというね、攪拌機ですね。はい。すごいおしゃれなものになります。で、もうこちら、まず冒頭でさっと紹介します。そこでもいいと思った方は、詳細欄にね、クーポンとかリンクありますので、そちらで購入していただければいいと思います。で、ちょっとね、機能的に気になるところがありましたら、それ以降も見ていただけると、細かい点ね、レビューしていきたいと思います。では、もう早速ね、始めていきましょう。はい、それではね、やっていきたいと思います。じゃあ、まずですね、これ、下に吸盤ついてるんで、しっかりと固定をします。はい、それで、USB-C 裏にあるので挿します。はい、ランプがつきますね。はい、じゃあここからですね、あとはもうこれを持ち上げて塗料を中に配置します。はい、このような感じであと下ろして固定をします。この右側のねダイヤルを1回押すとグリーンに点灯します。つまみを回して攪拌が開始します。最大3分ですね、攪拌しますので、3分ね、待ってみたいと思います。はい、3分経ちました。そしたらですね、上を持ち上げて塗料を取り出すというだけの簡単仕様になっております。はい、本当簡単ですね。これならね、結構お子さんでも自分でできるんじゃないかなと思います。じゃあですね、ここからは、このボーテックスの細部をね、ちょっと見ていって、今ここにね、出してある塗料、これらをね、少し試してみたいと思います。まず今、緑色でやりました。これはですね、強さを3段階選べるんですね。この横のところをこうやってタップしていくと、緑から青、青から赤という風に、で、また緑に戻るっていうね、3段階で強さを選ぶことができます。さっきのこうやって回っていたね、強さですよね。それでこのつまみでですね、最大3分まで攪拌することができます。時間が経ったら自動的に止まりますと。次はですね、この上部のこの押さえるところですね、結構ね、伸びます。で、中のね、固定するところは大きい円と小さい円がありまして、大きい方はですね、今やったようにこのサイズの瓶がですね、収まりますと。で、小さい方はですね、後で実際やってみますけども、こちら、ガーレリさんのね、カレードカラーワークス、前回ね、動画でレビューもしたので、こちらも見ていただけるとね、嬉しいです。こちらのボトルがですね、ちょうど入る大きさになっています。固定もできます。なので、使用上、ぴったり使えるサイズは、一般的なタミヤカラーとかクレオスの瓶と、ガーレリさんが出しているね、このボトルタイプ、この2種類なのかなと思います。それでこの高さに入れば何でも攪拌できるというものになります。はい、エマルジョン系の塗料なんかはスパチュラで攪拌しない方がねいいんですよね。空気が入ったら固まっちゃうので。なのでこういうね、攪拌機とてもね重宝すると思います。じゃあ本当に攪拌されるのかっていうのをねちょっと見ていきたいと思います。ここにねいろいろサイズも違うボトルとか塗料をね用意してますんで、どれくらい攪拌されるのかというのとどこまでできるのかというのをねちょっと試してみたいと思います。じゃあタミヤカラーですね、ちょっと開けてみたいと思います。お、これねいい感じにね分離してますね。はい、普通ならこれをスパチュラで混ぜて、使うわけですけども、これをねちょっとこのボーテックスにかけてみたいと思います。上げて置いて押さえて3分フルフルでやってみたいと思います。はい、3分終わりました。多分ね3分もやんなくてもねいいと思います。特に水性塗料は割と混ざりやすいと思うので、じゃあちょっと、ね、中を見てみたいと思います。はい、お、素晴らしい。ちゃんとね混ざっています。いいですね。ちゃんとねそこまでね綺麗に混ざってますよ。
まあ本当ね、多分3分までやんなくても1分ぐらいでね、タミヤカラーとか水性塗料ならね混ざるんじゃないかなと思います。まあ、もちろんねその時の状態にもよるんですけども、まあ綺麗にね混ざってくれてると思います。じゃあ、まあ、ラッカー塗料ですね。はい、ラッカーこちら。いいですね。もう全然混ざってないですね。はい、じゃあこちらもねやってみたいと思います。ラッカーはね結構その顔料の種類によってはね硬いのがあるので、まあ、どれくらいでいくかなという感じではあるんですけども、はい、じゃあこれもしっかり固定してね3分いきましょう。はい、3分経ちました。見てみましょう。すごいすごい。結構ね混ざってますね。いやいいっすね。結構下の方まで全部ね混ざっています。これはいいですね。はい、結構ピンク系のって下に顔料が溜まっててね、しっかり混ぜなきゃなっていう印象があったんですけど、これはねいいですね。はい、それで、今このね、タミヤカラーとこのサイズでやってきたんですけども、緑ですね一番弱いのでやりました。結構ねもううち使ってるんですけども割とね緑で十分だと思います。ちょっとね強いのでやるとなんかねすごい強いのでちょっとびっくりしちゃうんですよね。一回やってみましょうか。はい、これで押して、はい、青にしてみます。赤にします。ここまでは絶対いらない気がしますね。はい、緑で十分です。はい、はい、なので、もちろんね僕の使ってる経験則でいくとこのサイズの塗料に関しては、緑で十分です。で3分もねいらない気もするので、そこはね皆さんねこれを使ってですねどれくらいで攪拌されるのかってことはね体感で見ていただけると良いかと思います。じゃあこの塗料は、混ざりますと、はい、あとはですねちょっとサイズが違うのがあるのでやっていきたいと思うんですけども、じゃあまず、ガイアカラーですね。はい、ガイアカラー、このガイアの小瓶がですね入るかどうかです。サイズはね全然合わないんですよなので真ん中あたりに置いて、ちょっとやめましょう。ちょっと傾くのはあんまりよろしくない気がするので、ガイアの小瓶はちょっとおすすめしません。はい、ではもうちょっと分かりきったものからやりましょう。はい、エナメル塗料ですね、タミヤの。これもね全然合わないので、はい、やめましょう。はい傾いてしまいます。傾いたからダメというわけではなくて、ちょっとね傾いたらやめときましょう。はい、では下出るカラー、ちょっとこれも小さいんですかね。でもね高さがないのでもしかしたらいけるんじゃないかと思います。これはなんかギリいけますね。はい、シタデルがねいけるとね結構ありがたいと思うんですよ。シタデルはですね本当スパチュラで混ぜちゃいけないんですよね。エマルジョン系の塗料はですねこう混ぜるとやっぱり固まっちゃうので、シタデルなんかはこうね振って開けて使ってすぐ閉じるっていうふうなことをね推奨しています。なので振る代わりにこれが使えるということはね結構いいんじゃないかと思います。じゃあちょっとね3分経ってませんけども中見てみましょう。はい、なんかね悪くないですよ。結構綺麗にね混ざってると思います。はい、下出るはいけます。はい、じゃあ、ちょっとこのサイズですかね。あんまり見ないかもしれないんですけども、一部の塗料でねこのサイズはねあると思います。これはちょうどはまりますね。はい、でもなんかやめましょう。はいちょっとやっぱり傾いちゃいますね。これ
もしかしたら上のところがちょっとツルツルしてるので固定式ですねぐるって回っちゃうのかもしれません。傾いたらやめますちょっとこれもね危ないということで、はい、危ないグループOK だったグループ分けておきましょう。はい、でははい、大瓶ですね。これはどうでしょうか。まあ枠にはね、まあこのね、枠には入らないんですけども、これでいけるか。これ見てください、すごいですね。中ね、透明なのでやったことなかったんですけども、もうなんか跳ねてますねすごいすごい。こんな感じになるんですね。しかもちょっとね動きます。吸盤しっかりしてこれやっぱ上に乗っけるものが大きいとこうなるんでしょうかね。ちょっとね頑張ってほしいでもこれ中すごいですね。もうこうやって混ぜてるだけじゃなくて上下運動とかもやっぱり入ってるんでしょうか。もう中でもうすごい勢いでこう沸騰してるかのようになっていますね。でもなんかガイアの大瓶は結構安定してますね。これはねいいかもしれません。ちょっとねもしかしたら下の机の吸盤がね弱いのかもしれませんが動かないようにしておきます。では少しね止めてみましょうか。はい、さすがにねちょっとでもいいですね。ちょっとまだ下には溜まってますけども割とね塗料としてはね攪拌されてきています。これね僕よく使っているガイアのフラットクリア艶消しですね。これね結構下に艶消し成分が溜まってしまってて混ぜる時に結構ちゃんと混ぜなきゃいけないんですよ。でも今のこれ使うとね結構ね攪拌もできるんじゃないかなと思います。ちょっと上に大きいものが乗っかっているとこの下の固定しているところがね動いてしまう感じはあります。なのでこれは三角ですね。はい、では、こちら、ディスペイさんのですね塗料になりますね。水性アクリル希釈済みの水性アクリルで結構ね使い勝手がいいんでね使っています。これは、下の枠にははまりません。上は固定ができます。やってみましょう。ギリギリでもちょっと傾いてきたかな。ちょっと3分やってみましょうか。はい、なんかだいぶ移動してましたけど、やっぱ高さがあるものに関してはちょっとねこれ動いちゃうのかもしれないですね。ちゃんと吸盤をね働いてるんですけどね。では見てみたいと思います。素晴らしい。全部混ざっています。これはいいですね。こうやって一生懸命振るよりもですねこれで3分間混ぜると綺麗に混ざっていると思います。割とねこういうのだと攪拌球とかね入れてね使うケースもあるんですけどもこれはね見事に混ざっていますね。ただちょっと移動が激しいのでもしかしたらもうちょっと下吸い付きやすいいわゆるプラ板とかねそういうのを敷いてもらった方がね良いのかもしれません。丸寄りの三角はい、というわけでじゃあ最後大本命ですね。こちらカレイドカラーワークスの、塗料をやってみたいと思います。まあね変な話ねこれ専用の、攪拌機でもあると思うんですよ。まずはしっかりね分離してますね。これがどこまでできるのか。いいですね。安定もしてますし、やっぱね不思議ですね。下動きませんねやっぱこの高さが結構ね関係あるみたいですね。
はい、もう抜群の安定感で終わりました。ではね、見てみたいと思います。はい、そうですね。はい、ちょっとね、混ざってないです。で、これね、メーカーさんに聞いたんですね。実際試してみて、結構混ざらなかったので、これどうしましょうかって話をしたんですけども、実はね、このカレードカラーワークス、この塗料自体が結構ね、いわゆる顔料案硬くて、しばらく使っていないとやっぱりなかなか混ざらないそうなんですよね。なので、定期的に攪拌をするか、もしくは使う前に結構根気よくね攪拌しないとダメかもしれませんねみたいな回答はねちょっといただきました。なのでね、今のこの安定感からすると多分一番強いのでやってもね結構ね混ざるんじゃないかと思うんで、ちょっと最高の強さで3分やってみたいと思います。いいですね。なんかすごい混ざってる音が聞こえます。これね、画面上はカメラのねフレームレートみたいなのもあって、ちょっとねなんか全然動いてないように見えるんですけども、むしろ今肉眼で見てる、生で見てるとめちゃめちゃ振ってますじゃあ3分ねちょっとやってみましょう。はい、3分経ちました。いや、最強のレベルにしても抜群の安定度ですね。ほぼ専用に作られたと言っても過言ではないぐらいの、使い勝手になります。では、見てみると、素晴らしい、全部混ざっています。はい。なので、これに関してはもう安定しているので、もうぶっちゃけ今日で3分で、かなりね混ざると思います。いいっすね。これね、僕この間動画でレビューした時にもう一生懸命こうやって振ったんですけど、なかなか混ざんなかったんですよ。いや、これはね楽でいいです。はい。というわけで、レビューをしていきました。じゃあ振り返ると、もちろんねこのカレードカラーワークス、こちらのボトルに関してはバッチリです。なのでこのサイズ、この感じのボトルだと結構他にもねありますよね。そういうのは全部ねいけるんじゃないかと思います。で、次はですね、このタミヤカラーをはじめとした一般的なカラーボトルですね。あとシタデル、これもね安定して動いています。はい。で、三角をつけましたこちらですね。高さがあるとだいぶこうなんか振動してこれが動いていきましたけども、まあ下がちゃんと固定できていれば意外と中ではねちゃんと回っていたので、いいかなと。それでこのディスプレイのねこの長いボトルに関しては割と僕も攪拌機を入れて使ったりとかしているので、縦長だからスパチュラもね入れづらくて、こちらでね混ぜることができればねすごい楽になるかなと思います。で、ボトル大瓶ですね。これとか一番振動がね激しかったですけども、まあこれもね混ざってくれるならいいですよね。透明なんでね、さっき中見てるのがすごい面白かったです。で、こちらのねガイアのシリーズとか、あとは丸じゃないものに関してはちょっと傾いちゃうのであまりおすすめはできませんという風な感じです。まあこんな感じでねちょっといくつかの塗料をねレビューしてきましたけども、まあ、参考になればと思います。はい、では続けて、もうみんなね絶対気になってると思うんですよ。こちらプラモ工場委員会のボルテックスターラーですね。はい、実は結構僕これも使っていてですね、シタデルの攪拌にねすごくこう活用できるので使っているんですが、こちらとのね比較をねしてみたいと思います。まずやっぱり大きな違いといえば、上から挟み込むタイプとこうやって横で挟み込むタイプですね。なのでまあガーレビさんのボーテックスに関しては、ボトルの高さとか大きさによってね結構制限はあるんですけど、こっちはね挟み込むタイプなので、何でもいけるっちゃいけますよね。じゃあガイアの小瓶いってみましょうか。こうやって挟みますと、でやります。なるほど音はね
結構こっちの方がね大きいですね。はい。いやでもなんか改めて見るとすごいですね。これねやっぱり録画のカメラのフレームレートだとあんまり動いてないように見えるんですけども、めっちゃ動いてますでこちらの作りはですね、このつまみで、変わるんですけども、これも多分ね3分ぐらいで止まるんですよね。はい。ちょっとじゃあ3分やってみましょう。はい、終わりました。はい。そうですね、インターフェースの違いとしては、ボーテックスの方はね、終わるときにこうだんだんゲージが下がっていって3分が分かりますけども、まあこっちはですね、もう始まったらそこから3分カウントみたいな感じで終わります。で、音はね、こっちの方が大きいですね。まあそこが気になる方はですね、ちょっと比較対象になるかなと思います。で、こちらはですね、もうしっかり混ざっております。まあ混ぜる機能とか仕組み的には結構同じかなと思います。ただ単にこうやってやるだけじゃなくて、縦の振動も入れたりとかしてこう混ざるという風な感じですね。はい。じゃあガイアの大瓶、これ大瓶入りますかね。あ、すごいな、大瓶も入りますね。じゃあこれもですね、そう1回ゼロに戻してもう1回やるみたいな感じになります。うわはい、ちょっとごめんなさい飛びました。ちょっとね大瓶は無理がありそうです。これ別にこっちがネガティブって感じではなくて、ちょっとこれは僕もね今ね無理かなって思ってたので、これはさすがにちょっとこっちの挟み込むタイプでは抜けてくるっていう風なちょっと危険性はありますね。はい。ボーテックスではできなかった角瓶です。うん。これもねこっちはできるんですよね。はい。安定しています。はい。まあちゃんと混ざるであろうという感じです。うん、でもちろんねこの辺のやつもちゃんと入って混ざると思います。うん、はい。まあ改めてこっちをねちょっとやってみると、はい、うん、音はこっちの方が静かです。うん。まあ、こうやってね攪拌機比べてみると、まあ、プラモ工場委員会さんのこう挟み込むタイプの方に関してはいろんなボトルが対応できますよと。でボーテックスの方はですね、下の底にぴったりはまるものがやっぱり安定してできるかなというところです。うん、で音に関しては、ボーテックスの方が静かです。うん、最大にしてもねこっちの方が静かです。それで大きいボトルに関してはちょっと両方ともね難しいかなというところですけども、どちらかというと安定しているといえばボーテックスの方がこちらもまあ評価はね三角でしたけどできますよというところです。でカレードカラーワークスですね、これをお持ちで使っている方はもう間違いなくカレーさんの方がねいいんじゃないかと思います。はい、そうですね、例えばお子さんが使う時なんかはこっちの方がね簡単じゃないかなと思います。入れてセットするだけなので、ちょっとねこっちはね挟み込むのに少し力がいるので、お子さんが使う時はまあ、手伝ってあげてっていう風な感じで良いのかなというところです。はい、どっちもいいですね長所短所あって、いいと思います。なのでまあ、ちょっと購入される時にね参考にしていただければと思います。はい、ここまでねこちらボーテックスのレビューをちょっとしていきました。まあ、ちょっとメーカーさんにね質問を投げてですね回答いただいてますので、多分皆さんもね今レビュー見てね少し気になってとこもねあるかと思いますので、そちらをね紹介していきたいと思います。まあ、ボトルの種類についてまあ、聞いてみたんですけども、ボーテックスは目安として直径 30mm から 50mm で高さが 35mm から 125mm 程度のボトルに対応する設計となっております。実際にしっかり固定できるものであれば使用できるそうです。でやっぱりボトルの形状がねメーカーによって違うので、こう合わないものに関してはちょっと保証はしていませんということでした。はい、
それで多分ねみんな気になってると思うんですよ。これ上から押さえて蓋は大丈夫かというとこですね。はい。でこれも聞いてみたんですけども、逆にねこう上から押さえることによって浮いちゃったり動かないようにねなっているというところです。それでおそらくねメーカーさんがすごいテストをいっぱいしてると思うんですよね。使う前に蓋をしっかり閉めてボトルを正しく固定して使えばですね、まず開くことはないんじゃないかと思います。はい。使用方法はねしっかりと守っていただければ良いかと。なのでやっぱり傾いちゃったらちょっとやっぱり使うのはねやめた方がいいんじゃないかと思います。はい。何度か動画の中で言ってますけども、実際にこれもうホビーショップ練馬ベースの、イベントでですね置いといて皆さんに使っていただいています。やっぱりねかっこいいですよね。見た目がすごいこうおしゃれでスタイリッシュで、やっぱそういうものがねこう模型制作の場にあると、いわゆる上がるってやつですけど、そういった効果もねあるんじゃないかと思います。実際にすごい静かなので、そういうイベントなんかで使う時でもですね、使いやすいんじゃないかなと思います。であと何よりね上げて入れて閉めるだけなので、お子さんでもね簡単に使える、簡単仕様になっているかなと思います。こちらねまた前回のカレードカラーワークスの時のように、クーポンコードとね購入リンクがね発行されていますので、もしよかったら詳細欄の方から、ジャンプして、購入していただけるとね幸いです。ホビーショップの練馬ベースに来ていただければこちらいつでもお試しいただけますので、気になった方はですね、プラモデルを買いに来るついでや、模型工作室などに参加されてですねちょっとお試しいただけるといいかと思います。はい、というわけで、ガーレリーさんのボーテックスまた提供いただいて、ご紹介してまいりました。本当にこんな小さいね練馬の片田舎の模型店の、レビューでねなんかお力になれるかどうかはわからないんですけども、これからもねこういうレビューのご依頼お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは、今回のねこのボーテックスの、レビュー動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。